の29かな、イースターの初日、今日祝日です。バンクホリデーと言います、こちらでは。で、4連休ですね。金土日月と。で、とってもいい感じの晴れなので、はい、ちょっと動画を回してみました。この前動画回したところはいつもの通学路で割と何があるか読めてた場所だったんだけど、ここは本当に何があるかわからないので交互期待って感じかな。ちなみにエリアとしては北部のキルバーンっていう街で、街を歩いてる感じ、なんか駅前とかはこうなんでしょうね、イスラム教系のホールになんか人が並んでたりとか、ちょっとこの前動画回したイズリントン、エンジェル、あの辺に比べるとあの辺は結構ポッシュというか、ちょっと上品な街、おしゃれな街みたいなノリだから、そこに比べるとだいぶ普通の街なのかなって感じです。はーい、普通すぎて何も喋ることがないかもしれない。お散歩動画になるかもしれない。何が起こるかは。普通に野菜売ってますね。この国野菜とか肉は安いんだよね。なんか東京の物価よりちょっと安いかなぐらいの感じ。物によっちゃこっちの方が安いし、まあだいたい1ポンド、190円、まあ俺はだいたい200円で見てるけど、それぐらいで換算すると、アボカドが3個で1ポンド、安いな。それ隣マンゴーかな。青いマンゴーまだ食べたことないんだよね。たまに売ってるんだけど、で奥のブドウが、2つで 1.5 ポンド、安いね。なんかね、スーパーより安いかなって感じ。こういう市場まだ買ったことないんだけど、市場っていうかその辺で売ってるところ。一応今日も目的はあって、一つ気になる古着屋さんがあるので、そちらに足を運んでからそうですね、夕方から美術館に行くので、友達がチケット取ってくれて、ウェス・アンダーソンかな、展示を見に行くので、まあそれまでちょっとフラフラしてから行こうかなって感じです。はーい。なんかさっき BBC のニュース聞いてたんだけど、連休初日、4連休の初日だからみんな交通網がとんでもないことになってるって言ってた。混んでるんだって。コロナ禍始まる前ぐらい、それ以上みたいな、そういう言い方をしてましたね。やっぱりイースターってこう4連休って大きいんだね。でもほんと散歩するにはいい気候です。今日はあったかい。嘘ついた。あったかくはないんだけど、そんなに天気がいいから。でちなみに今日の気温が12度ぐらいだったかな。一時期15度ちょっとぐらいまで行った時期もあったんだけど、最近またちょっと寒くて、なんかこう宗教的な演説をしてる感じがしますね。どこの国にでもいるもんだね。でなんだっけ、そう気温の話ね。まあ何よりね、花粉がないのがすごくありがたくて、今
本当にイギリスのいいところだよね。イギリスっていうか日本以外の国のいいところだよね。スギ花粉が春先にないっていう。まあでも桜がないのは少し寂しいかな。去年までね目黒川の近くに住んでたからいつ行っても桜が綺麗だったけど、まあ日本なんかどこにでも生えてるからね。だからちょっと寂しくもあるけど、でも花粉がないことの方が今のところ勝ってるかもしれないイギリスではおなじみのプレットコーヒー屋さんでカフェですね。なんかフランス語っぽい雰囲気でクロワッサンも美味しかったり、フランスのパン屋ですみたいな顔してるんだけど、フランス人の子に言わせると、いやあれは確かにうまいがこの企業はイギリスの企業だって言ってたから偽物です。嘘です。偽物ではありませんがプレットです。でもここのねバゲットサンドイッチがわりかしいけるんだよね。あとはあれも好きなんだっけ、チョコクロワッサンすんごいハマってて、時々ね冷凍のチョコクロワッサンを買えるのよ、スーパーで。オーブンで200度20分ぐらいで焼くと焼きたてが家で食べれるからちょっとハマって買ってたね。はい、今も家に1袋あるよ。そういうタイプの焼きたてクロワッサン作れますみたいな冷凍の生地って日本でも買ってたけどチョコフィリングが入ったやつがないから、パンオショコラはあるんだけど、それはこの国来て幸せってなってるね。アーモンド味もあるらしいからそれも試そうかなと思ってるけど。ちなみに日本で買おうと思うとピカールっていうフランスの冷凍食品屋さんで買えます。ピカールはどこにあるかな。私が記憶してる中だと麻布と代官山かな。中目黒のお店はもうずいぶん前になくなっちゃったからね。まあでもそれ以外にも結構どこでも買えるよ。さて目的の古着屋さんにやってきました。じゃん。イギリスだと結構なんだろう、まあ普通の古着屋さんもあるんだけどなんていうのかな、チャリティーショップが多くて寄付されたものを売ってるっていう感じで、その収益は、まあ、お店ごとにがんで悩んでる人の基金にしますとか、恵まれない子どもの基金にしますとか、そういうのが結構、店ごとにあるんだけど、そういう形で、チャリティーの古着屋さんが結構いろんなところに本当に各町ぐらいに理由であったりします。この通りももう3つぐらい見つけたかな。はい、じゃあそんなわけで行ってきます。でも本当に今日天気いいわ。見て見てこの青空。毎日こうだったらいいんだけどね。かわいいカフェ発見。ケーキすごい美味しそう。こういうなんか多分フランス系だと思うんだけど、あそこのメレンゲのタルトみたいなやつとかパリブレストとかいいね。パンも美味しそうだね。後で時間あったらお茶しに来ようかな。こういう日はね、こうテラスで食べたり飲んだりするのもいいよね。結構イギリスはあるテラス席があるよね。ちなみにこの前フィリップ・コンテチーニで
大きいパリブレストシュークリームみたいなの食べて、コーヒー飲んで12ポンドかな、2300円とか、結構ねいいお値段しました。はいこっちでなんかお茶飲むと、ケーキ食べてお茶飲むと、まあ1人、そうだね、それぐらいは行く印象だな。これだけ天気がいいと本当に歩いてるだけで気分がいいわ。ていうか今日美術館行くのに何の下調べもしてないんだよね。なんか誘われていくとそういうのなりがち。本当はね、少し下調べしていってからの方がより楽しめると思ってるんだけど、個人的にはたまにちょっとね億劫になってしまうというか、あ、忘れてたみたいな。後でちょっとカフェで予習しましょうかなんか早くも若干曇り気味になってきたんだけどまあそれがロンドンっていう感じだよね。曇ってるでしょ。降らないといいんだけどね。なんかこの辺イタリアンレストラン多いかも。そこもカトリックチャーチだし、ピザ屋だし、まあピザ屋はどこにでもあるか。ジャパニーズフードストアとにかく最高。おもろいな。とにかく最高だって。多分あれですね、知らんけど、調べてないから知らんけど、コの字が日本のコの字じゃない感じがするのと、ここの並びがチャイニーズレストランばっかりなので、おそらく経営は中国系の方、日本人ではないような気がします。はい。ケンジントンガーデンハイドパークっていうロンドンの中心街では結構大きい公園に来ました。あそこがもう全部公園。地図で見ると分かるんだけど、もうこれぐらいは公園なので、ひたすら公園。結構ね気持ちいいよ、こういう日。で今日行くのはこっちの方だから、この辺かな。なのでもう少し散歩を続けたいと思います。いやー風が強い。もうずーっとまっすぐ公園。20分ぐらい歩けば多分逆の端まで着くんじゃないかな。なんかいいでしょ、子供がいて家族連れがいて。今パッと見若い人はあんまり見当たらないけど、いやーこの国のいいところ、公園。あっち着いたらあれかな、美術館のカフェとかでお茶しようかな。少し時間あるといいんだけど。公園の中にケンジントンパレスっていうのがあって、まあパレスなんで王宮っすね。なかなか素敵と友達から聞いている。あれですね、ダイアナ妃を忍んで的な感じですね。なんて書いてあるんだこれ。あれだね、15年ここに住んでたらしくって、でそう、庭師の人とよくおしゃべりしてたんだって。素敵ね。これも多分もうちょっと夏の季節になっていくと、夏に近づいていくとなんか咲くんだろうな。また来たいな。そしたらチューリップとかね咲いてるもんもあるんだけど、
でもさ、ロンドン観光で来ようと思うとさ、こう美しい写真を撮れるのって結構タイミングが難しいよね。晴れないとこうやって出てこれないし、雨が降ってなくてもこういまいちすっきり晴れない日も多いから、ほんとなんか街とかは綺麗なんだけど、こう美しい景色をお届けできるのはあんまりチャンスがないのかなっていう感じ。動画撮ってるこっちからしてもね。なんかでも順路ぶっちぎって逆歩いてる気がする。なんか多分カフェだね。うわー見て最高やで、ほんとあ、こちらあれです、建物です。ケンジントンパレスショップ&カフェですね。中も入れんだけどね、有料だから今度また機会を見てこようかなと思ってるけど。ちなみに入場料が大人は24ポンドです。あれですね、5000円弱ですね。4500円ぐらいですかね。ちょっと二の足踏む理由わかるでしょ美術館とかタダだからさ、なんかああいうのちょっと二の足踏んじゃう時ある。